Hi, my name is Pedro and I've been learning Japanese for over 16 years and I really like reading Japanese novels. One novel that I really enjoyed was this one. The title is a little bit long. 6人の嘘つきな大学生 by Akinari Asakura. And I mentioned in another video that this book has lots of quite advanced vocabulary and I selected 5 of them that I learned myself while reading the book and I made a small story with them. Hopefully watching this video will help increase your vocabulary as well because seeing the words in context helps you remember them more effectively. I read the story for you first and feel free to turn on the English captions if you need them, of course, and try to identify these 5 advanced expressions before we talk about them in more detail. Just to give you some context, the story is about a game from the future in which instead of using controllers to move the characters, you are the character yourself, so you move your own body to fight. Well, anyway, I will read the story and you get more details from there. 今の時代には面白いゲームがある。格闘ゲームであるが、コントローラーではなく、体を使って相手と戦う。技も自分で開発して繰り出せるので、何年経っても人気が劣らないゲームだ。で、俺はそのゲームの王様とも呼ばれている。世界中で開催される大会にも優勝しているファイターだ。神谷さんじゃないですか。会場で後ろから声をかけられていた。見ると昔の後輩だった。このゲームが出た頃チームを作ってこの後輩も入っていた。圧倒的な才能を持つ俺にこびるのが上手で、常に神谷さんが言うならそれでいいと思うとか、神谷さん最強、最高と気持ちよくさせようとした。ただ、こびていると分かってて逆に気持ち悪かった。あなたは知らないふりをしたが、神田沙織のことをちゃんと覚えていた。神田沙織、ニューファイターズの時の、こんな私なんか覚えてないんですよね。でも、こんな解雇もあるもんですね。解雇？俺にとって特別な出会いでもないが、まあ、この後輩はまだこびるのが好きだそうだ。ああ、そうか。神田くんだね。覚えてるよ。大会を見に来てるの？あら、神谷さん、対戦表を見てないんですか？次の相手、私ですよ。そうなの？正直驚きました。この人がまたゲームをやっていたとは想像もしていなかったからだ。強くなったから覚悟してね。覚悟する必要があるかわからないけど、一つだけ分かったことがある。この後輩を叩き潰したい。打ちのめしたい。アリーナに入ると、神田がゲームの特別な衣装を着ているところだった。容赦しないからな、と告げると、試合開始のベルが鳴った。近づいてくる神田が微笑んでいる。俺と対戦するのが楽しみだったかもしれないが、腹正しく思った。この後輩を完封なきまで打ちのめしてやる。神田が蹴り技を繰り出した。かわして次の瞬間、気づいたら床に叩き落とされていた。かわした瞬間に神田が蹴り技に使った足の勢いで体を宙に回してもう一本の足で俺の首を狙った。これで HP をだいぶ減らされた。立てすぐに得意としている技、高速パンチを矢継ぎ早に繰り出していたが、神田はちゃんと防御もできていた。しかも防御だけでなく技も出していたので、こっちの HP も少しずつ削られていく。このままだとやばいかもと一抹の不安を感じてきたけど、その不安をすぐ追い払った。少し距離を置いて準備を始めた。ほら、強くなったと言ったでしょ、先輩。確かに舐めてしまった。でも勝利を確信している。この大会の継承戦まで見せるつもりがなかった新技、神田君の前で披露してやる。光栄でしょ？でも残念ながら、これでお前は終わりだ。高速ウルトラパンチ。
神田は迫ってくる光の眩しさに圧倒された。ただ、これで終わらせるわけにはいかない。一瞬の判断でどうするか考えた。これでこれから紹介する5つの言葉に気づきましたか？一番最初はこびるっていう言葉ですね。こびるっていうのは、気に入ってもらうような態度を取ること。このストーリーではね、神田沙織は昔神谷にこびていた。神田はその神谷に気に入ってもらうようにいろいろ神谷に言ってたんですよね。それからもう神谷の前で神谷のことをよくしようとしてたんですよね。例えば神谷の言うことが正しいとかって言って、神谷すごいとかって言って、それはこびてるということなんですよね。で、次は開口。これ結構面白い言葉なんですよね。開口というのは偶然に出会うこと。ただそれはいい意味の出会いであって、遭遇とはまた違う。遭遇は人だけじゃなくて、出来事に遭遇するとか、災いに遭遇するにも使うに対して、開口は基本的に、いい出会い。もう久しぶりに誰かもう全然連絡取れてない友達と急に街で出会えたら、それは開口ですね。漢字はちょっと珍しいんですけど、そこまで覚えなくてもいいですし、この言葉でしか使われないっぽいので、ただ意味としては出会いという意味らしいですね。このストーリーではね、神田にとっては昔から好きだった神谷先輩に出会うことを開口と思ってるらしいんですけど、神谷はそもそも神田のことが好きじゃなかった、気持ち悪いと思ってたので、それは開口ではなくて特別な出会いでもないと言ってるんですね。じゃあ次は完膚なきまでと打ちのめす。この言葉を2つ一緒に説明したいと思います。理由は、まずはそれぞれの言葉の定義を言いましょうか。完膚なきまでっていうのはね、傷がないところがないほど徹底的に、完膚っていうのはもともときれいな皮膚、きれいな肌のことを意味してて、完膚なきっていうことはそのきれいな肌がもう残らないぐらいで全部徹底的にという意味です。で、打ちのめすっていうのはひどく叩いて倒すこと。で、本でもこの完膚なきまで打ちのめすという表現が組み合わせで出てきてたんですよね。ただ本はそういう戦いの本でもないので、それはちょっと比喩的な表現だったんですけど、自分はもうストーリーで完膚なきまで打ちのめすっていう本当の戦いで使った方が覚えやすいんじゃないのと思ったので、そういう感じで作りました。このストーリーではね、その神谷は神田が気持ち悪いと思ってたので、その本当に完膚なきまで打ちのめしたい、もう傷だらけになるまで倒したいと思ってて、こういう表現をしてたわけなんですね。じゃあ最後に一末。この一末というのはちょっとだけ、わずかなという意味です。しかし自分もそれ分からなかったんですけど、気づいてなかったというか、この一末っていうのは物に対してのちょっとだけではなくて、感情に対してです。例えば不安とか悲しみとか喜びとか喜怒哀楽に対して使える言葉なのかなと思います。このストーリーではもう自分が絶対勝てると思ってた神谷はもう神田にちょっと圧迫されてたので、少しだけ一末の不安だけが生じたわけなんですけど、その不安をすぐもう追い払って自分の必殺技を繰り出そうと思っていましたね。じゃあいかがでしょうか。気づいたと思いますが、このストーリーはまだ終わっていません。続きが気になる方はぜひまず登録していただいて、この動画もいいねしていただいて、で続きが出たらそれはここに出てきます。
でもまだ出てない場合は、ここも上級者向けのストーリー、それも自分がちょっと演じてるストーリーなんですが、よかったらまだ見てない方もこれを見てみてくださいね。では次の機会でお会いしましょう。さようなら。